娘と別れた後、俺は娘の父親のことを考えていた。娘の父親の問題は俺の問題でもあった。俺は思っていた。こうしていても仕方がない。問題から逃げていても仕方がない。でもその問題を解決する力が俺にはないのだ。その日、自宅に帰ると、俺はバイクをマンションの駐輪場に止めた。駐輪場の端にシートをかぶせた。大型バイクが止めてある。妻の持ち物だった。俺は昔、自分のバイクを処分してしまったが、妻は手放さなかった。俺のように簡単に諦めたりしない。あいつの強さが俺には眩しかった。そしてその日、俺は妻に言った。会社が倒産した。そうなの、と妻は言った。そしてその後俺は自分でも意外なことを言った。俺たち、別れないか。俺はそれまで離婚など考えていなかった。でも、それを口にして、俺は気づいた。それが俺の望みなのだ。世の中と付き合うことにも、妻との生活にも、もう疲れてしまった。俺は一人になりたかった。妻が言った。そうしたいの。俺はうなずいた。私が重荷？すまない。ひどいな。空き家になっている実家を思い出した。あれを売れば金になる。慰謝料は払う、と俺は言った。親の遺産でしょ。いらないわよ、そんなの。妻は見抜いていた。そして、俺と妻との生活は終わった。妻と別れて、マンションを出た俺は、空き家になっていた。実家に落ち着いた。他に行くあてもなかった。2年間、空き家になっていた。埃だらけの室内。そこに荷物を運び込んだ。とりあえず、電気、水道、ガスは使えるようにした。
何も考えたくなかった。考えれば惨めになる。悲しくなる。だから俺はただぼんやりしていた。でもやはり惨めになったし、悲しくなった。そのうちに気がついた。この家には2年分の埃が溜まっている。家中に溜まった埃を何とかしなくてはならない。掃除をしよう。このまま落ち込んでいるより多少はマシだろう。そう思った。ほうき、雑巾、バケツ、掃除機。高いところの埃を払うために脚立も必要だ。どこに何があるか分かっている。俺は掃除道具を引っ張り出してきた。まず2階の2部屋から始めた。窓を開け放って埃を吸わないようにマスクもした。棚の上の埃、棚の本の上の埃、テレビの上の埃、机の上の埃、古いパソコンの上の埃、プリンターの上の埃。ほうきと乾いた雑巾で払っていった。そして上から下に落とした埃を掃除機で吸い取る。その後濡れ雑巾で床や畳の上を拭いた。2、3日掃除をして過ごした。トイレや風呂場や台所もきれいにした。庭の草むしりもした。かつて俺はここに住んでいた。思い出がある。子供の頃、ここから学校に通った。あの頃この辺りはどこも店を開けていて人通りも多かった。商店街の人たちはみんな俺のことを知っていて声をかけてくれた。母親が亡くなった時、商店街の人たちが皆集まって葬式の手伝いをしてくれた。でも今はどこも店を閉めてしまっている。もう商店街の時代じゃない。駅の向こうに大きなショッピングセンターができて買い物客は皆そっちへ行ってしまった。この喫茶店にも客が来なくなってやがて父も店を閉めた。店を閉めた後、父は年金とアルバイトで生計を立てていた。
アルバイト先はどこかの喫茶店。父は相変わらず誰かのためにコーヒーを入れていた。でも2年前、その父も亡くなった。掃除が終わると、することがなくなった。金のことを考えた。仕事を失った俺には収入がない。かといって再就職の口もない。いずれ貯金も底をつくだろうし、ここを売って金に換えたとしても、いずれはなくなってしまう。そういえば失業保険を受け取れる期間はあとどのくらいだろう。まだ時間はある。でもいずれはホームレスだ。俺はそう思った。荷物が届いた。段ボールが3つだった。俺がここにいることは誰にも知らせていないし、知っている人間などいないはずだった。差出人を確認すると、別れた妻からだった。あいつだけは実家の住所を知っていた。荷物を開けてみると、俺が昔 750cc のバイクに乗っていた頃に使っていた装備品が入っていた。ヘルメットやライディングジャケット、ライディングシューズ、グローブなどがいくつかずつ。とっくに捨てたものと思っていたが、あいつがどこかに保管していたらしい。手紙が入っていた。俺たちが住んでいたマンションを引き払って 1LDK のアパートに引っ越したと書いてあった。アパートの住所も知らせてきた。その荷物と手紙をどうしたらいいのかしばらく考えた。結局俺はそれを2階の押し入れの奥に突っ込んだ。今は何も考えたくなかった。あまり外には出なかった。このまま家の中に閉じこもっていても何も解決しないが、外に出たところで何ができるというわけでもない。
とっくの昔に閉めてしまった喫茶店。店の外の風景も随分と寂しくなってしまった。かつては商店街だった通り、今はどこも店を開けていない。しかし今の俺にはかえってこの方が良かったかもしれない。外が賑やかだったりしたら余計に落ち込む。数日そこで過ごして俺はあることに気がついた。必要なものがすべて揃っている。テーブル、椅子、食器、調理器具、レジ。本日は閉店しましたと営業中の札。営業中の札を表に出したらどうなるだろう。誰か一人くらいは入ってくるだろうか。誰か一人でも入ってくれたら気が紛れる。そう思った。店の棚からコーヒーメーカーを引っ張り出して食器棚からコーヒーカップを出して洗剤をつけてよく洗った。そしてその後外に出た。買い物をしようと思った。本屋で美味しいコーヒーの入れ方を買って量販店でコーヒー豆を買った。買い物から帰ると湯を沸かして本に載っている通りにコーヒーを入れてみた。自分でそれに口をつけて考えてみた。うまいだろうか。自分では悪くないと思った。しかし他人が飲んだらどう思うだろう。もしこのコーヒーを他人に出したら金を取れるだろうか。そして再び美味しいコーヒーの入れ方に目を通す。そんなことをしているうちにまた数日過ぎた。いつも一人で誰とも喋らなかった。ある日俺はただいま営業中の札を入り口のドアにかけてみた。誰も来るはずはない、そう思ったが誰かが来ることを心のどこかで期待していた。俺は毎日コーヒーを入れそれに口をつけ考えていた。このコーヒーを一体いくらにしたらいいのか。
だいたいこれは金を取れるコーヒーなのか。もしそうでないとしたらどうすれば金の取れるコーヒーになるのか。一冊だった。コーヒーの入れ方の本がやがて5冊になった。でも客は一人も来ない。コーヒーを入れ始めてやがて1ヶ月が経とうとしていた。初めて誰かがそのドアから入ってきた時、俺は大変なことになったと思った。どうしていいのかわからない。頭の中が真っ白になった。その男は店の中を見回し、営業中でいいんだよねと言った。俺は慌ててうなずき、ええ、営業中ですと言った。空調機がついていなかったので店内は少し暑かった。どうせ誰も来ないだろうと思っていたので冷房は止めていた。なるべくなら電気代を節約したかった。その男は入ってくると窓際の席に腰掛けた。メニューないのかなと男が言った。メニューなどなかった。メニューどころか俺に出せるのはコーヒーだけだった。すいません、今はコーヒーしか出してないんですがと俺は言った。男はうなずくといくらと尋ねた。値段など決めていない。いくらにしたらいいかずっと考え続けていたのだ。しかし喫茶店に入ってきた客にコーヒーの値段を答えないわけにはいかない。普通の喫茶店でコーヒーを飲んだら500円前後。しかしチェーン店では200円でコーヒーを出す。300円になりますと俺は答えた。男はうなずいた。俺はまず空調機を入れた。そしてコーヒーを入れてその男に出した。初めて出したコーヒー。そのコーヒーをどう思われるのか。そのことに心を奪われていた。男は窓の外に目をやりながら
時々思い出したようにコーヒーに口をつける。俺の出したコーヒーはどうなのか。うまいのか、まずいのか。その男の様子が気になって仕方がない。しかし客をじろじろ見るわけにはいかない。変に注目されていると感じたら相手も気味が悪いだろうし、だからなるべく無関心を装っていた。しかし他人には分かってしまうものだ。うまいよ、値段の割にはさ。とその男は言った。再生リスト4に続きます。